皆さんこんにちは。今日はハンバーガーやらポテトやらいろいろ食べながら同性解消についてのご質問をちょくちょくいただいたので、それに私なりの意見を話しながら食べていこうと思います。お時間のある方、興味のある方、ぜひゆっくり見ていってください。ではスタート。4日連続でマックです。すごい、逆になんかこう記録を伸ばしていきたくなってきちゃったで思うんだけど、スーパーとかだと買いすぎちゃうんですよね。私めっちゃ買いすぎちゃうから。しかも車から降りるのがめんどくさいね。スタバはコーヒーメインのお店じゃないですか。ご飯メインのドライブスルーっていうと、私の中でマックのイメージがすごい強いんですよね。だからマック行っちゃうんですけど、しかもマックのこのキャラメルラテめちゃめちゃ美味しいんですよ。このキャラメルラテが飲みたくてマックに行ってると言っても過言ではない。そういえば私のね、同性解消の引っ越しの Vlog がかなり反響があったみたいで、ありがとうございます。いい記念って言ったらあれですけど、思い出の一個としていろいろあったんで残しとこうと思って、同じ悩みの方も多いんだなっていう思って、そう何個か同性解消私もなんですっていう方とかご連絡いただいたんで、なんかほんとそういうの私あんまり喋り下手で文章能力もあんまりあるとは思えないんで、私ちょっと自分なりにお返事ができたらなと思って、ね、マックも連続で食べてるんで、なんかマック食べながらお話ししようかなって思います。同棲解消するのですが、家が決まるまでの数日同居が辛いです。どうすればいいでしょうか。めっちゃわかります私も同棲解消するって話をしてから早くてもね1ヶ月とかはかかるし、この部屋は私の名義で借りてるので、最終のゴミの処分とか最終の手続きとかって私じゃないですか。そういったのもあるんで、仲悪く決別って感じになるともう負担がすごすぎてどうしようって思ってたんですね、私で。それも勉強だと思って正直いました。最後の1ヶ月ほんと無言で、もう空気みたいな存在で、家庭内別居みたいな感じになったとしても、もうそれはそれで学びで、私は最初から思ってもう解消する話をしました。残りの日数の同居が本当に嫌なら、まず実家に帰る2、ホテルに住む3、ホテルに住むのと一緒なんですけど、知り合いとか兄弟の家にちょっとだけ勤まわせてもらうですかね。もうその見て不快になるんだったら、もう本当それを軽く思えればいいんですけど、これも経験みたいな感じで、逆にギスギスして嫌な気持ちがあったら、別れてよかったなって思えることないですか。逆にすごい言い寄られて、あと数日で離れる別れるんだよみたいなのに、なんであなたは来るのみたいな感じだと自分の気持ちに整理がつかないじゃないですか。なのでなんか逆にギスギスしてくれてありがとうって思うんですよね。早くこの部屋から出たいって思えるじゃないですか。だからそっちの方がいいんじゃないかなって思いますけどね。堂々と住んでればいいし、お金を例えば彼が全部ね家賃支払ってて、私が転がり込んでますっていう形だったらちょっと肩身狭いと思うんですけど、折半ですとかね、私が払ってますとかだったら堂々としていられるだろうし、逆に転がり込んでて彼がね全部払ってくれてたなら、別にもう俺が払ってたのにとか言ってくるような人だったら、
ね、なんか裏の顔が見えたって感じするじゃないですか。もうすぐね、私だったらもう毎日のように物件行って物件見て、でもう寝るだけみたいなだいたいさ3時間ぐらいで、私長い方なんです。3時間ぐらいで終わるんですよね、1個の不動産屋さんだからもう、はしごできるじゃないですかはしごして不動産屋さんで6時間経ってで帰ってきて寝るみたいな。それでも多分私だったら決めますね。ただ私はここが自分のね契約っていうのがあってちょっとねなかなかっていうのもありますけど、私だったらそうします。むしろなんかそのギスギス感、なんかちょっとプリプリした感じとかですよね。もう出してくれてありがとうって感じ、その感じ出してくれてありがとうって思いながら私は残りの生活をすると思います。もっといい人を見つけるぜみたいな。でもその方にはねやっぱり自分を選んで同棲してくれたっていうのがあるんで、もちろん感謝はするんですけど、少しの間だけです本当に逆にありがとうと、優しくされたらさ復縁したくなっちゃったりするからあんまりって思いますよ。せっかく次に進むって決めたのにもったいない。まあね、なんかやっぱりさ精神的なものもあるからさ、そう言われたらわかるけどみたいなこと多いじゃないですか。だから難しいですよね。私は多分コロンちゃんがいなかったらもう多分寂しい寂しいってなって夜は絶望的な感じかな精神崩壊ですよね。コロンちゃんがいるからね大丈夫ペット飼うのおすすめですよ。論文、海外の研究者が唱えてた話だったかな。ペットを飼うとその幸福のホルモンがすごい分泌される。で同棲してワンちゃんを飼うのと一人でペットを飼うのってどっちが幸せなホルモンが出るかって言われたら、一人でペットを飼うっていう状態が一番幸せホルモンが分泌されるみたいです。だからよくね独身の女がペット飼うと根気を触れるって言うんですけど、ワンちゃんを猫ちゃんとか飼ったりすることによって幸せホルモンが出るからもう満たされて結婚っていう願望が薄れていくっていうことみたいです。子供がいるのと本当に同じようなホルモンでドバドバって出るみたいです。わかるかもって思っちゃうなのにねまだね国はね動物が物扱いだからね、そこが本当に悲しいですね。人間の子供と同じ扱いにしてほしいです。じゃあ次、ちょうどワンちゃんなんか今の関連してるかも。私もワンちゃんを飼っているのですが、同棲解消して一人暮らしを始めたため、夜彼が帰ってこないにもかかわらず愛犬は玄関の方を見つめて待っています。心が痛いです。コロンちゃんはどうですか？コロンも同じです。はい。コロンもその同棲してた時は川の字で寝てて、間にコロンが本当人間の子供と同じように枕に頭乗せてこうやって寝てたんです。でも一人暮らし始めたらやらなくなりましたね。枕で頭乗せて寝るってこともしなくなって、どっちかというと私の足元の方で玄関を眺めながら寝るっていう感じですね。私も最初彼を待ってるのかなみたいに思ってたんですけど、なんか人間から見たら私たちから見たらそう思うじゃないですか。でももしかしたら違うかもと思ってきて、コロンの場合はもしかしたらそのね帰ってくるの待ってるのかもしれないんですけど、なんか別の見方で見ると玄関の方ってやっぱりねいろんな人がね帰宅したりとかして音がするんですよね。なんで私を守ってくれるために玄関の方を見て寝てるのかなって最近思い始めましたね。少なからずは急にね私だけって感じになったんで戸惑いもあるだろうし、帰ってくるかなって思ってると思います。はい。いや生き物なんで心が痛む。確かにね。でも
そう頃に限らず私が守るんだって、ワンちゃん猫ちゃんたち自身も私が飼い主さんを守るんだって思って玄関の方でねこうガードマンしてくれてるのかもしれないので、一概に心痛む必要はないと思うし、時期になれるし人もそうだしワンちゃんもそうだし、環境の変化がある時はねやっぱり戸惑いがあるんで、そこは飼い主さんの温かさでワンちゃん猫ちゃんをね包んであげて、そのうち慣れますそんなね心痛める必要もないし、喋って聞いてるわけじゃないんで分かんないから、本当に彼を待ってるのかとかも分かんないんで、そこまではぁってなる必要はないと思います。その感じが辛いってなるんだったら、ほんと寝る前にめちゃめちゃ遊んであげて疲れたところでベッド行くとかやると多分すぐ寝ると思います最初はねちょっとね私もねうってなりましたけど、環境の変化でワン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 ちっちゃい音で吠えてたんで、もうそれどころじゃなかったですね。何回も起こされて、もうそんなもうはぁとか言ってる暇じゃない寝かしてくれみたいな感じでした。飼い主さんを守ってるんですきっと。やっぱどのワンちゃん猫ちゃんも一緒ですね。ワンちゃんと一緒に引っ越ししていいこともあればさ、こうやってちょっとはぁってごめんねって思う場面も出てくるわけじゃん。複雑ですよね。でワンちゃん猫ちゃんとさ年追うとさ目見えなくなるじゃん。そうするとさ部屋の間取りとか家具とか覚えるわけ、ワンちゃん。ちょっと猫ちゃんわかんないんだけどワンちゃんが覚えるんだって。で目悪くなってもう感覚で歩くらしくて、私もさ今すごい頻繁に引っ越ししてるからさ、どっかのタイミングでほんと落ち着かないとそんなコロコロ引っ越しもできないなって思うようになり始めましたそういうこともあるんだなと思って、老犬を育ててくって想像以上に大変だなって思います。まだね3歳になったばっかなんで全然考えてもなかったんですけど、一生一緒にいるって決めてるんで。何の話してたっけ次行きましょう。30代で同性解消って結婚焦りませんか？焦るかって言われたら、そんな焦らない。やっぱいろんな人を見てすごい焦って結婚した人もいるし、特にね30の大台の時は本当にババババって結婚する人も多くて、結婚今してなくて焦ってるって人もいるけど、逆に結婚して早すぎたっていう人も聞くし、早く生命保険欲しいっていう人もいるし、世間の流れで30までに結婚しなきゃ独身女みたいな風潮みたいなのはどうにかなってほしいですよね。それ世間のハラスメント独身女性に対するハラスメントじゃないって思っちゃう。私まだ出産経験がないんで、その1人目産むのは早い方がいいってよく聞くんですよね。だから子供は欲しいです。私1人目を早く産みたいなとは思うんですよね。ですけど結婚したいかって言われたら、いいご縁があれば結婚するタイミングだったらするし、しなければしない。したらしたで楽しいだろうし、結婚しないから寂しいっていうわけないんですよ。結婚してなくても全然楽しくて、結婚したら子供をたくさん産みたいとかそういうのね考えもありますし、じゃあ結婚しなかったら何がしたいかとかいろいろ考えもあるし、私はとりあえず海外に行きたいなって思いますね、独身の間に。だからずっと独身だったらずっと海外行っちゃいますよねやっぱちょっとずつ体力が落ちてくると年取ったなって思えてくるんでまだね
まだ30入って33になったばっかなんで、まだ全然ですただ数字が上がっただけだと思ってるんで、まだイケイケでいけるかなって思ってます。全然焦ってる方、別にそんな焦らなくていいから、焦っていいことない。次、同性解消で家具家電はどうしましたか？私は自分で買った家具家電は私が全部もらって、彼が買った家電とか、ね、元から持ってた家電っていうのは彼が持っていくっていう形ですね。で、2人で買ったとかそういうものは全部分けてますね。なんでやっぱり同棲解消するってなった後も、じゃあこれいるいらないとかそういう話になるんで、ちゃんといいお別れの仕方した方がいいかなと思います。どういう理由で同棲解消するかにもよるんですけど、やっぱり浮気したとかだったらさ、話したくないじゃん。相手が浮気してさ、じゃあ別れるってなっての同棲解消と、価値観が合わなくての同棲解消ってまた違うじゃないですか。それにもよるけど、私のところは普通に話し合って、1人がお金を出して買ったものはその人が持ってくる、2人で買ったものはいるいらない話して欲しい方が持ってくる、お互いいらないならリサイクルショップで売るっていう形で今進んでいます。いや全然食べてない。ほんとね、私一つのことしかできなくて、食べながら喋る人ほんとすごい。運転すると、友達乗せて運転してもさ、運転に集中してさ、何も喋れん。逆に運転中に喋ると運転がおろそかになるからだから運転苦手なんです、私。じゃあ次、同棲解消しました。今出会いがなくマッチングアプリをしているのですが、出会いがありません。どうすればいい人に出会えますか？そもそもいい人の定義って何ですかって思うんですけど、私完璧な人なんておらんし、自分も完璧な人じゃないし、ね、仮に自分完璧だと思っても他の人から見たらね、自分のこと完璧じゃないって言うかもしれないし、悪いとこもあっていいとこもあって、それが一人の人間みたいな。どんだけ、ね、悪いところをカバーしてあげれるかだし、どんだけこうね、お互いがこうお互いを支え合えるか、悪いところをこうカバーし合って、いいところはいいところで一緒に盛り上がってっていうことができるかって感じだと思うんで、いい人ってパッと見じゃ分かんないし、別にマッチングアプリしなくても、すごい田舎とかだったら別だけど、普通に駅とかいればいっぱいいるじゃないですか、人。もうそれが出会いだと思うんで、なんか私も昔マッチングアプリしてたんですけど、マッチングアプリって大変ですよね。初対面で顔から入って、お互い猫かぶって会ってご飯食べてみたいな。めちゃめちゃ疲れる。猫かぶって会うからさ、分かんないじゃん、性格とか。ノリとかはちょっと分かるかもしれないけど、なんか本当の性格って全然分かんないから、全然うまくいかないし、私は本当に向いてなかった。マッチングアプリやめました。もう向いてない。なんか自分が素でいれないし、相手も素じゃないし、時間がもったいないなって思っちゃいました。私はどっちかといったらフランクにあって友達感覚からの恋愛発展みたいなのが好きなんで、ほんとそこら辺にいる人がいい人かもしれないですよっていう思っちゃいますね。マッチングアプリするとさ、次から次へとさ、人が選べるわけじゃん。だからちょっと上から目線みたいになっちゃうんですよ。この人年収があれだ、この人背低い、この人ハゲてる、この人デブだみたいな感じになっちゃうんで、いやいやお前はどうなんだよみたいななるじゃないですか。私もデブだったみたいになっちゃうんで、そういうあんまり私はね、上からになっちゃうのも嫌だし、友達のから紹介してもらうとか、本当に街で会うのがいいな。出会いがないんだったら本当行きつけのカフェとかコンビニでもいいから行きつけ作って、ちょっとずつ店員さんと会話して、で
連絡先交換とかがいいんじゃないですかね。友達とかは早焼き屋さんに通って店員さんに、その店は箸袋があったんで、その箸袋の裏に自分のアドレス書いて渡してましたね。めっちゃ覚えてる。懐かしい。なんで本当行動あるのみだと思います。本当に出会い欲しいなら行動すれば別にマッチングアプリもいらないと思いますですね。出会いを増やしていきたいなとは思ってるんですけど、でも本当に出会いもそうだけど、ワンちゃん飼うのは本当にいいと思います。チキンフィレオ、お散歩でさ、やっぱりワンちゃん飼ってる人同士とかだとよく喋るし、別にその恋愛の出会いだけじゃなくて、ほんとご近所付き合いみたいな感じで、おじいちゃんおばあちゃんも声かけてくれるし、私なんか朝なんてほんと真っ黒で、もうここも隠し帽子かぶってここしか見えてないんですよVlog 見てくれてる方はね分かると思うんですけど、その状態でめちゃめちゃ不審者なのに声かけてくれるんですよね。だからほんとペットおすすめ。ただちょっとね、部屋探すのが大変ですね。ペット可の物件が本当に少ないから、そこは大変。でも少子化だからさ、部屋がさ余るじゃんね、今後もっともっと。だから少子化なのにさ、日々さマンションとか建ってるじゃん。もう部屋めちゃめちゃ空くからさ、どんどんペット可の物件が増えるわけだから、大丈夫結構ね、ゆっくり喋ってたらさ、時間がなくなってきてた。私もさ、半年前にめちゃめちゃでかい冷蔵庫とドラムの洗濯機買っちゃったわけさ。こっから10年とかさ使うと思ってさ、子供も生まれるでしょと思って買ったの。ってなるよねしかもさ、一人暮らしになって部屋ちっちゃくなるからさ、バカでかい冷蔵庫入らないしさ、それね、詳細はね Vlog でやってるんで、ぜひ見てみてほしいんですけど、だからもうひっちゃかめっちゃかよ。もう今すでに一人で生活しててやっていけるのかなとか思ったけど、むしろ全然楽しい。なんか私が経験して思ったのは、あんまりその寂しいっていうのとかが、孤独感が強くなるのが怖いんだったら、近場に引っ越すのがいいと思う。なんていうんだろう、知ってる土地に引っ越すのおすすめ。なんか孤独感あんまないです。知ってるから道とか。なんか彼との思い出のなんか道とか、そういうなんか場所に住むのはちょっと思い出しちゃうからあれだけど、なんか昔行ってた職場の近くとか、ちょっと土地勘があるところに住むと見慣れてるからさ、そんなね、一からさ、スーパーどこだろう、薬局どこだろうとか思わなくても、あそこにあるなとか分かるから、結構その知ってる場所に移動するのおすすめですね。私自身もこのお家自体はちょっと知らないかった場所なんですけど、でもほんと車でちょっと走るだけですぐ見慣れた場所が出てくるっていうような場所にしたんで、全然寂しくもなんともないです。今日はトマト2枚入れました。ハンバーガーさ、私いつもベーコンレタスバーガーなんだけど、4日間連続でさマック食べててさ、ベーコンレタスバーガー初日だけ。あとは234とチキンフィレを食べてます。なんか揚げたチキン食べたくて2日目にチキンフィレオにして、そっから美味しいってなって今日までチキンフィレオ。これからね、退去したらさ、完全に一人暮らしスタートでさ、やることもだし、やりたいこともいっぱい考えてはいるんだけど、どうなることやら。早く美容院行きたい。楽しみすぎる。チーンとか全然ない。執着しちゃうかん。はい、そんなわけでちょっとまだね残ってるんですけど、カメラの充電が残りわずかということで、
ちょっと今日こっちにね充電器とか持ってきてないので終わるかなと思います。はい、またね何かね相談でも何でも大丈夫なんで、ある程度のことは経験したかなと思ってますんでまたねよかったらコメント欄からでも大丈夫ですし、今回みたいにインスタの DM からとかでも大丈夫なのでお気軽にご連絡ください。ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。やばい、時間が。